山桃です。いやーマジ夜中の3時に何してんねやって話。結論言うと眠れなくなりました。私は自律神経が乱れやすいんですよね。ほんとね。カメラに向かって喋りたくなって動画を回し始めたんですけど、つけてくれるみんな。夜やし寝る前の状態です。お許しください。こんな感じでこんな価格でお届けしちゃって。もうね、ほんとすいませんね。あまりにもダサすぎる格好で寝てる話していい？ダサくない？ちょっと今日寒くって T シャツ着て、その上にヒートテック着て、その上にパジャマでもこんなデコっぱちで、私デコ広いねんな、かなり。ごめん、今日はどうでもいい話しかせえへんかもしれへんねんけど、メガネ変えたい。丸メガネしか持ってないから、黒縁のフレームが太いようなメガネが欲しいです。待って、部屋が汚すぎるかも。コスメ屋号開けっぱなしやしな。閉めてくるついでに温かい飲み物持ってくる。ノンカフェインのルイボスティーを作ってきました。乾杯。今日はこんな感じでまったりと喋ろうかなって思ってる回なんやけど、久しぶりかもしれへん、こうやっていろいろ喋る系の動画が。マジなんかめちゃくちゃ気にしいなところがありまして、私が話すことを需要あるんかなモードに入ってしまうことがあるんですよ。特に生理前とか結構メンタルが最近やられがちで、なんか一人で悶々と考えてしまうみたいなこととかもあって、需要あるかないかとか考え出したらもうキリがないと思うよ。答えは出えへんと思うわけよ。もうそんなん考える暇あるんやったら動画作るよって話かもしれへんって思うねんけど、なんだろね、この気にしいが発動しちゃって、一人で考えてても悶々とするんやったら動画出させてもらおうかな、みんなに話聞いてもらいたいっていう、そういう私の今の気持ちなんですけど、ズーンってきちゃうみたいな。なんか自分何やってもあかんなみたいなモードになっちゃって、こんなことで悩んでんの甘ったれんなよって思われちゃうかなとかさ思うと、なかなか自分がこう落ちてる時の動画みたいなのはなんか出せへんくって、今この動画を撮ってる時の自分のテンションと編集する時の自分のテンションってさ、やっぱちょっと違ったりするやん。その段階でこの動画を出すのはどうなんだろうとかを考えちゃうよね。いつもこう楽しいってやってるから、そういう気分が落ちた時とかを動画にするのってみんなをネガティブな気持ちにさせちゃわへんかなっていうのが、ちょっとどういう編集に仕上げたらいいのかが分かんなくなっちゃって、こういう動画は結局世に出さんみたいなとかも実はあるんですけど、今日はちょっと出してみようかなみたいな。結局なんかずっと悩むわけ。出さん方がいいんかなみたいな。ずっとその繰り返しをしてるんやったら、ほんならもう一回作ってみようと思って、編集してみようと思って、この動画をやっぱ作るのが自分的になんか第一歩みたいな。なんか大げさに言ってんな。なんか自分的にはちょっとどでかいみたいな、もうそんな感じなんていう話とはい、単純に生理前でメンタルが落ちてます。自分はストレスそんなたまらん性格やと思ってて、継続してネガティブになることが今までそんななくって、ネガティブになることがちょっと増えて昔より。でもそのネガティブは自分の好きなことして取っ払ってるわけよ。推しを見たりとかオタ活したりとか、とにかく自分がもうネガティブモードに突入したら好きなことをするわけですよ。ほんならなんかこう取っ払えた気がしてて、別にストレス溜まってないな自分みたいな。社会に出てる方と自分を比べた時に、なんか自分がさ対人ストレスはないはずやのに、なんかそれでストレスを感じるとか言ってんのって何の甘えなんやろうとかを思うと言われへんくなるんよね。そんなストレス感じる環境におらんくないみたいな。もっと心強くあらんといかんなみたいなさ。でも心を強くするってどうやるんやろみたいな。考えても考えても答えが出ない問題をぐる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 生理前になるとやってくる。うわーいろいろ考えちゃうみたいな。ピル飲むとやっぱりその生理前の症状 PMS とかがかなり落ち着きましたとかコメントいただいたりするんやけど、ピルを飲む選択を自分はしてなくって、飲んだ方がいいのか、やっぱり飲み続けないといけないっていうのもあるから、この選択ピ
ピルを飲むか飲まないかっていう選択、自分の中では結構でかくって、まだ答え出せてなくってピル飲んでないねんけど、でもこんなにやっぱなんか生理前って気分落ちるんやみたいな。昔はさ、こんなに生理の症状に左右されてなかったのになって思うねん、高校の時とか。ちょっと恥ずかしいな、ヒートテック。真夜中にこうやっていきなりカメラに向かって話し出したんやけど、マシになってくる気分の落ち込みが。てかさ、どうでもいい話かもしれへんねんけど、なんか目が、まぶたが荒れてて、今眼鏡かけてるからそんな分からんかもやねんけど、どういう病気が考えられるんやろとかを調べとって、眼科へ行くのがおすすめって書いてたから、明日10時半からね、眼科行くんよね。寝られへんやのに。なんなんやろ、嫌やねんけど、ウイルスとかに感染してたらどうしようとか思って、もうこのタイミングで首にニキビもできるし、もうこのタイミングで。自律神経の乱れってよく聞くけど、なんそれって話よね。私も首をやってから初めて知って、なんか自律神経っていうのを聞いたことあったのかな。コロナが流行った時に自粛期間やったし、動画をねめっちゃ作ってたわけですよ。そしたら首をやってて、サブちゃんにもあげてたと思うねんけど、なんかもう動かれへんみたいな、肩甲骨が痛くなって動かれへんまで行ったんよね。この症状一体何なんだと、どこに行けばいいんだと、母に相談しながらいろいろ調べてみてたところ、鍼灸治療がいいんじゃないかってことで、針にねそっから通うことになったんですよ。今月1でメンテナンスはほんまに必須みたいな。もう月1行かんかったら気づけばもう体ガチガチなって、いろんなとこに不調とか出始めるから行かなあかんねんけど、針はやっぱり首ってめちゃくちゃ大事な神経がいっぱい通ってんねんって。ちょっと私もそこ専門家じゃないから、いつも針の先生に聞いた話をなんとなく覚えてる部分だけをこうかいつまんで話してるから、でもとにかく首は大事な神経がいっぱい通ってるから、本当に温めてあげてとかいたわってあげないといけないみたいな。首が悪くなって自律神経が乱れると、やっぱりそのメンタル面でもいろいろと不調が出るらしくって、ちょっとね不調が出てるなって方はね、よかったら針治療もなんか候補に入れてみてください。それでなんかこう心晴れやかになったらなと思います。ただね、針治療ね、私がやってるとこはこの辺とかに刺すんやけど、やっぱ痛いね。どういう痛みなんやろな、なんかズーンってくる。耐えれんねん、耐えれる痛みやねん。針効いてますねみたいな。痛みが苦手な方はちょっとしんどいかもしれへんねんけど、でも針はね私的には効果的やなって思ってます。めちゃくちゃ気分落ちててんけど、喋ったらちょっと回復したかもしれへん。落ち込んだ時、ゴリゴリ落ち込んだ時に周りの人にそこまで言わへんくって、なんかちょっと落ち込んだぐらいしか言わへんくって、具体的に自分がどういうことで落ち込んでるみたいな話を人にせえへんくって、大体いつも事後報告なんよね。めちゃくちゃ落ち込んでた時とかも、実はこの期間めっちゃ落ちててさみたいな。いやでも今回こうやってベラベラと喋ってみるとかなりスッキリしたんですよ。いや本当にありがとう。何この動画、一緒にこのネガティブ期をなんか乗り越えてほしい。いや乗り越えれる、この私の動画で。一緒に乗り越えれないよって方は私のこのインナーの合わせ方だけを見ててください。ダサすぎるぜ。フードをさこうやってかぶるフードをこうやってかぶり、半パンで長い靴下、モコモコの靴下で寝る。そんな女子に私もなりたかった。おしゃれもクソもね絵で本当申し訳ございません。せめてものこのねスヌーピーでなんとか補いたいこの画面のおしゃれさをと思ってそうやってたよ。ってわけで頑張りすぎないで生きていこう。やるときはやる、休むときは思いっきり休む。頑張らないことが必要な時だってあるからな。明日からも生きていきましょう。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバイ、おやすみ。